革以外の付属品、ジッパーとか裏地にも最初からこだわって、イギリスのライダースの特徴としてキルティングの裏地があるんですけど、もともとこれは、防寒のために、面に綿が付けられてて、それをキルティング状に縫われてる、それがキルティング裏地なんですけど、ヴィンテージジャケットもそうなんですけど、元は60年前だか70年ぐらい前に寒さ対策でキルティングにして使われた裏地なんで、それなりに綿が分厚いんですね。そうなると当時はそれであったかいっていう利点はあったんですけど、今は高いもので他にもあるし、インナーで着れるものにで、これが分厚いと着膨れしちゃうし、今これ見えないですけど、袖の裏地ってキルティングじゃないんでもっと薄いんですね。キプラとか滑りのいいコットンとかで、そうなるとここのキルティングの厚みが分厚いと、アームホールのところのキルティングの厚さとアームホールから袖に対しての裏地の薄さの段差が結構できちゃう。でプラス着た時に着膨れするっていうのもあって、個人的には現代的にその分厚いキルティングって必要がないと思ってたので、お客さんでもこのキルティングの厚みが嫌だっていう人もいるので、最初にこのキルティングを作った十数年前に、一般的にキルティングはこのサイズで何グラムっていうその単位で作るんですけど、それを大体半分ぐらいの厚みにして、でそうすると別注になるんでお金かかるんですけど、高くなるし手間もかかるし、でもそれは最初のこだわりとして薄いキルティングを作ったっていうのが一つですね。であとは、ライダースジャケットの一番付属品で大きい要素としたらジッパーなんですけど、そのシープスキンの時も言いましたけど、需要のある革なり付属品ってもう世の中にあるんですね。牛革とか馬革でライダースジャケットに適した革っていうのは商品としても存在するんですけど、これジッパーも一緒で、例えばアメリカンプロダクトによく使われているようなジッパーっていうのはそもそも復刻されている場合が多くて、タロンだったりとか、タロンに準ずる似た時代の代表的なものっていうのはもうレプリカっぽいものがあるんですけど、僕が最初に作った十数年前にイギリスのライダースに使えるような、それはヴィンテージを好きな人がショップオリジナルだと言わない、ある意味再現性なりクオリティがあるジッパーっていうのを既製品で作ってるところなんてなかったんですよ、ジッパーメーカーが。それなんでかっていうと誰も欲しがってないんで、ただ、最初に革をオリジナルで作って、裏地とかも作って、細かいデザインの違いとかはもう頭に全部入ってるんで、最後ジッパーだけいろいろ迷ったんですね。有名なメーカーもありますし、YKK とかもありますし、ヨーロッパの、リリとかもありますし、国内のちょっとこだわり系のジッパーメーカーもありますけども、結局全部、リリはちょっとあれですけど、アメリカンプロダクトのデザインから型を起こしているので、イギリスのライダースについてあるであろうパターン、例えばこのジッパーのこのエンドボックスとかも全部時代とか国で雰囲気違うんですね。この形が違うとか、ここに文字が入ってるとか、コストとか作りやすさを考えると、この辺のジッパーとかもあるもので2よりのものを使うのが一番早いしコストもいいんですけど、そうすると、当時の僕からすると、他はなんかいい感じにできてるねって思われても、ジッパーがよくある既製品だと、やっぱりショップオリジナルだよねって話になっちゃうので、自分もライダースジャケットを着てる中で多分何千回とジッパー何万回と上げ下げもしてるし、こう触った時の感覚って指が覚えてるんですね。この軽さとか形状って、それもやっぱりちゃんとやらないと、ショップオリジナルじゃなくて自分の最初は作品と思って第1号のサンプルなりを作ってますから、それがどこ探してもなかったので、海外のメーカーも一通り当たったんですけど、で YKK に当たった時もほぼほぼ同じものを作るには丸々別レーンでやんなきゃいけないから、2よりのものを使う方がコスト的にもスピード感的にもいいんですけど、結局ショップオリジナルとは言われない、あとは自分が惚れ込んで集めて、売ってきたヴィンテージジャケットとそっくりそのまま代わりになるような、結局自分で作ったけどオリジナルだよねっていうところじゃない、それをもう超えるものじゃないと意味がないと思って作ってたので、自分自身でわかるわけですよ。ジッパーはないからありものを使って妥協したってところも自分では分かってしまうんで、ジッパーメーカーいろんなところに電話をして、大手だととんでもない数だったり、現実的じゃないですね、何万本という話になると、そのジッパー使ってる会社に電話して直接行ったんですね。でそうすると当時はヴィンテージのリペア
も目的で作るのもあったので、その壊れジッパーのこう根元ってすぐ裂けてくるので、これをリペアするときに違うジッパーがついちゃうとヴィンテージファンは納得できないんですよ。同じように再現したいんで。ただそれを作るためにその今後のオリジナルプロダクトのために作ったんですけど、最初その会社に行った時に古いジッパーも持ってる会社だったので、オリジナルジッパーを作りたいって言った時にあんまり相手にされなかったんですよ。結構お金もかかるし、当時僕まだ20代後半ぐらい、30歳ぐらいだったんで、多分見た目も若いしどうせ作んないでしょみたいなノリだったんですけど、ヴィンテージジッパー持ってるって話だったんで釜かけたんですね。ヴィンテージジッパーあるの全部出してください、全部買いますって。そうすると担当者の目が変わって、ちょっとこう上のものを連れてこいってなって、そこからじゃあどういうジッパーを欲しいのかとか、何本から作れるのかとか、じゃあ逆にこういうことはできないのかっていうディスカッションが始まって、結果作ったものは、今全くないわけじゃないんですけど、イギリスの古いジッパー、古着の M65 とかもそうですけど、軍物でも古いものってここアルミの虫なんですね。でアルミジッパーってこう軽いんですよ、この触った感じが。でこのアルミジッパーっていうのはイギリスのライダースではもう定番中の定番で、ここがアルミじゃないこうバリバリっていうのは、ちょっと違うんですね、僕的には。でこのアルミ虫をまず作らなきゃいけないのと、このエンドボックス、この箱から一から作ってるんですね。これはもうこれがイギリスのライダースの象徴なので、この何もない真四角で、これがどこも作ってないんですね。これを作るためにピンも作らなきゃいけないし、これのために全部変えなきゃいけないので、たかだかこんなもののためにやることが多すぎる。だから誰も作ってなかったんですけど、たかだかこんなもののためにこっちはこだわってるので、その交渉を何度もして、まだ1着もジャケット作ってない時に2000個だか3000個だかのロットを最初に作ったんで、もちろんこのボールジップとか、この袖の引き手ですね、これも作ってますし、これもよく見るとA っていう、アディクトの A っていうのがこうドットで表現されてるんですけど、これは昔ジッパーメーカーの頭文字を、例えばライトニングっていうジッパーメーカーならここに L って入ってるんですけど、それを再現してたり、これもそうですね、ボールジップにここにアディクトって入ってるのはジッパーメーカーの刻印が入ってるっていう。あとこのアルミ虫の話に戻りますけど、これなんでいいかっていうと、金属にはメッキがかかってるので、アルミって空き缶の裏とか見たら分かりますけど、くすんでますよね。白く金属が白く濁ったみたいに。でこれもちょっと白く濁ってますよね。これが雰囲気のある革とかエイジングされたその革にマッチするんですね。これがじゃあ真鍮にニッケルメッキとかだとジッパーだけピカピカなんですよ。でそのメッキっていうのはその簡単にくすまないので、くすんじゃうとメッキの意味がないので、ここがくすんだこのアルミの感じっていうのが、この感覚的な軽さもあるし、この見た目の馴染み、革との相性っていうのもすごく大事なんで、これを最初に作ったっていうのは地味なとこなんですけど、うちの製品の中ではかなり大きい要素で、もともとコレクターの自分からしてもここがそうかそうじゃないかっていうのはすごく大きな要素。これはうちの製品をすでに持ってるお客さんでも意外と知らない人も多いし、でもそれがそうじゃないとしたら商品のそのジャケットのその見た目っていうのは大きく左右するので、ぜひ知っといてほしいポイントですね。もともとは黒じゃないですか、普通の製品って。このジッパーテープですね、これもそうですね。で普通は黒なんですけど、これなんでこういうちょっとベージュとかブラウンっぽいかっていうと、革もエイジングして味が出てくるんで、テープも初めからエイジングした風にしてあるんですね。テープのエイジングって思うと思うんですけど、これ古いジャケット見ても味が出てる年月が経ってるものって色が抜けてこういうベージュとかになってるんですね。それは黒いテープが日焼けで色が抜けてるんですよ、退色で。でそれは別にこれ色を変えちゃえば再現できちゃうんですけど、じゃあ最初から黒をつければいいじゃんって話ですけど、今の黒いちゃんとした染料で染めたものってそんな簡単に落ちないので、革の味が出るスピードでは。だから最初からこうしてるんですけど、これ一個ポイントがあって、ここちょっと色違いますよね、こことここで。これなんでかっていうと、何千着とヴィンテージジャケット売ってましたから、最初にジッパー作る時も手持ちのジャケットを全部見たんですね、違いを。一個一個やっぱり変化は違うので。でそうすると袖のジッパーの方が明らかに色が薄かったんですよ、ほとんどのジャケットは。味が出てるジャケットは。それなんでかっていうと、人間日焼けする時も手の方が日焼けするんですよね。別にバイクに乗ってなくてもこういうとこってあんまり日焼けしないんですよ、日が当たらないから。
でも手ってなんだかんだこうやったりもするし、こうやったりもするし、ほっといても手から日焼けするんですよ。だからジッパーも手から日焼けしてるんですね。まあ別にそれはそこまでと思うかもしれないんですけど、まあ特にシープスキンに限っては、この写真のシープスキンに限っては着れば着るほど味が出るので、どんどん着ていくと皮がやっぱり写真が出てきたりエイジングしていくのに、袖のジッパーが色が濃いと、当時のその作ってた僕の中ではここだけあんまり味が出てない感じなんですね。要はこんなに味が出てる時ってジッパーの色もこうなってるはずなんで、ただこの色に設定するとこんなに味が出た後もこれってそんなに変わらないので、そうなると初めからこうしといた方が後々本当に30年着た50年経ってるヴィンテージジャケットみたいにちゃんと追いついてくれるので、これってすごい手間なんですよ。こことここの色をわざと変えて発注してるんで。でもここが濃いのはそもそもそんなに日焼けしないので、このフロントは。でここをこの色にしちゃうとすっごい嘘っぽいんですよ。わざと加工してるみたいな。だってここがこんなに色抜けるって、もう多分ここはもう色ないぐらいなんですよね。もうそれぐらい朽ちてないと、ここがそんなにこうやってね、寝てるんならずっとここはフロントもこうなるかもしれないけど、ここをわざとこの色にしてないのはリアリティ考えるとここがそんなに色は落ちないよっていう、ヴィンテージを何千着見て比べた結果この配置にしてるっていう。新品の時お客さんにこれなんで色違うんですかって言われるんですけど、じゃあ1年2年3年5年と着た後、味が出た後にちゃんと全部馴染むようになってるんですね。だから袖ジッパーだけ先にちょっとこうスタートラインが先にあるんですね。でも皮が一番早く進んでくれるんで、用意ドンにすると皮がどんどん進んでいって、これもそうです。これは結構着込んだやつですね。はい、これはこう味が出てますよね、こういう風に。ただこれだけ味が出てるのに、味が出ててベージュジッパーにしてるんだったら、こことここ玉縁で隠れてるじゃないですか。ここが一緒っておかしいんですよ。だってこれ玉縁で隠れてるから日に焼けないんで、だから日に焼けないところはちゃんと濃くしてるんですね。でもしこれがこの色になってたらおかしいんですよ。だって日に当たらないのになんであなた焼けてるのって話なんで、ここをわざと濃い色にしてるのは、例えばこれが50年前のジャケットで50年後にこれがありましたと、この目の前に。そうするとここは日に焼けたからこれだけ色が薄くなってるよね、ここはそんなに焼けてないからそんなに抜けてないよねっていうのを初めから計算して再現してる。フロントはもともとはこの色なんですよ。ただこれはフロントは色抜けてます。それは玉縁がないからナチュラルに抜けてます。だから結果3色に分かれてるんですね。それはここは一番抜けやすいところ、こことここは一緒だけどここはほぼ抜けない、ここは抜けたからこの色になってる。でもやっぱこれはその専業だったからやっぱやってるところですね。今シーズン何か作ろうかだとやっぱそこまではならないんで、